なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読。チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者。第4章、大精霊編。第117話、月明かりの祝福。第118話、学院交流生と新任教師。朗読を始めます。魔王学院の不適合者。第117話、月明かりの祝福。様子を見てくるよ。レイはそう言うと、ミサの後を追いかけ、家を出て行った。大丈夫かな？エレオノールがつぶやく。何？酒が体に合わなかっただけだ。問題あるまい。ねえ、アノス、ミサはどうしたの？サーシャが魔王酒のコップを片手に言った。酒にやられただけだ。レイが様子を見に行ったから大丈夫だろう。サーシャは魔王酒をクイッと煽る。心配だわ。様子を見に行ってこようかしら？彼女は酔っている。レイが言ったから問題あるまい。ねえ、ミーシャ、心配よね。ミーシャに絡むように、サーシャはピタリとひっついた。サーシャの方が心配。ミーシャも寄ってはいるが、サーシャよりは正気を保っているようだ。やっぱり、心配よね。私、見に行ってくるわ。人の話を全く聞いていないようで、サーシャがふらーっとドアへ向かう。待て、そんな千鳥足でどこへ行く気だ？大丈夫よ。そんなに寄ってないもの。バゴン、とサーシャはドアに頭をぶつけた。痛いわ。サーシャはうずくまり、頭を押さえている。しばらくして痛みが引いたか、彼女はすっと立ち上がった。気を取り直して、行ってくるわ。ガチャガチャ、と音が鳴る。サーシャはドアを開けられないでいた。あれ？立て付け悪いわね。サーシャ、ノブを回さねばドアは開かぬ。あ、羞恥心でサーシャの顔はより一層赤くなる。アノス、あなた、私が酔ってると思ってるでしょ？お前が酔っていなければ、世界に酔っ払い羽織らぬ。私のどこが酔ってるっていうの？では、まっすぐ歩いてみよう。いいわよ。それぐらい、なんでもないわ。見てなさい。サーシャは先ほどの千鳥足がどこへ消えたのかと思うぐらい、まっすぐ歩く。そして、バゴンと再びドアに頭をぶつけ、うずくまった。さすがに理解しただろうと思ったが、彼女は何事もなかったかのように立ち上がり、優雅に微笑する。お分かりいただけたかしら？サーシャちゃん、完全に寄ってるぞ。エレオノールが鋭く突っ込んだ。ミーシャがコクコクとうなずいている。何よ、みんなして、私を酔っ払い扱いして、もういいわ。ミサが心配だから、一人で行ってくるわね。サーシャがドアに向かう。どきなさいよ。邪魔する気、あなたはミサが心配じゃないの。真剣な顔つきでドアに話しかけているサーシャ。それでも、ドアなの。ドアだ。なんとか言いなさいよ。ドアは喋らぬ。サーシャの酔いを覚ます？ミーシャが言う。解毒魔法を使うということだろう。何？今宵は無礼講だ。せっかく良い気分で酔っているのだから、水を差すこともあるまい。夜風にでも当たれば、少しはマシになるだろう。俺は立ち上がり、サーシャの元へ歩いていく。サーシャ。声をかけると、サーシャが若干涙目で訴えてくる。アノス、ドアのやつが強情なのよ。ミサが心配なのに、通してくれないわ。心配するな。俺が話をつけておこう。そう言って、ドアを開けた。開いたわ。嬉しそうに言い、サーシャは上機嫌に家を飛び出していった。そう急ぐな。転ぶぞ。子供じゃないんだから、転ぶわけないわ。バタンとサーシャが地面に倒れた。彼女はすぐに顔を上げ、涙目で訴えてくる。アノス。地面のやつが、いきなり体当たりしてきたわ。外には敵が多い。俺の手を離すな。転んだサーシャに手を差し出す。ふふ、と笑いながら、サーシャはその手を取り、立ち上がる。そして、俺の腕にぎゅっとしがみついてきた。ミサはどこかしら？すぐそこだ。ミサの魔力を追う。俺の家の庭に、彼女はいた。いつぞやと同じく、彼女は木の根に座っており、傍らにレイが立っていた。落ち着いた？はい、すみません。驚かせちゃって。やっぱり、体質に合わないみたいでした。
そんな気はしていたんですけど、あはは。力なくミサが笑う。でも、飲みたい気分だったんです。そう口にして彼女は自らの膝を抱いた。瞳は地面をじっと見据えている。前世のこと、2000年前のこと。ミサはうつむき、膝に顔を埋めた。レイさんは覚えてたんですね。しばしの沈黙の後、レイは言った。ごめんね、嘘をついて。首飾りの半分をレイさんがもらってくれて、私、嬉しかったんです。ミサは首飾りの貝殻を手に取った。本当のこと、話してくれますか？ 2000 年前のことを？ミサは首を左右に振った。レイさんのことを、もう大体わかっていますけど、レイさんの口から聞きたいんです。じっと首飾りの貝殻を、彼女は見つめている。レイさんが死のうとしてるなんて、思いませんでした。レイは何かを言おうとして、しかし、口を閉ざした。あの時、レイさんはもう私とお別れするつもりだったんですね。そうだね。レイは考えるように夜空を見上げる。雲に隠れた月がぼーっと光っていた。僕は平和のために死のうとしていた。2000年前から続く戦いに、勇者として決着をつけなきゃいけなかった。覚悟は決めていたし、未練は残さないつもりだった。だけど、ぐっとレイは拳を握る。もう一度、君に会いたかった。レイはミサに視線を向ける。もし、お互いに生まれ変わることがあったら、その時は、君を幸せにしたいと思っていた。レイさん。ミサは悲しそうに、レイを見返した。来世の幸せなんか、私入りませんよ。目に涙を溜めて、ミサは彼を見た。幸せになんかしてくれなくてもいいんです。私はレイさんを好きになって、レイさんのそばにいたいと思いました。何があっても、あなたが、どんな立場でも、訴えるようにミサは言う。どうして一緒に連れて行ってくれなかったんですか？レイは言葉に詰まる。ただ、まっすぐ見つめてくる瞳から視線をそらせずにいた。君は、2000年前の戦いには関係ない。僕の事情に巻き込むわけにはいかない。巻き込まれたなんて、私は思いませんよ。はっきりとミサは言う。だって、私がもしも、レイさんや、アノス様みたいに何か重たい運命を背負っていて、そうしたら、レイさんは自分には関係ないって言いますか？レイは首を左右に振った。絶対に君の力になる。強い意志を込め、彼は言う。どこにいても、何を差し置いても、君を助けに行くよ。私も同じです。そら、私なんか、レイさんと違って、何の力もありませんけど。でも、あなたが2000年前の勇者で、2000年前の戦いのために死ぬって言うんなら、一緒に戦うことぐらいできます。君は死ぬかもしれない。にっこりとミサは笑った。好きな人が死のうとしてるのに、自分が死ぬのを怖がってどうしますか？レイが驚いたように目を丸くする。なんて、ただ私はバカなだけかもしれませんけど、レイさんが死のうとしてたのに、何もできなくて、教えてもらえるほどの力も信用もなくて、全部後から知って、それが、ちょっぴり、悲しかったんです。もどかしい気持ちを吐露するように、彼女は言った。レイさん、一番大事なことって、何だと思いますか？心から笑えて、誰かに、何を脅かされることもない、本当の意味で自由なことだと思う。私の自由はレイさんのそばにいることです。優しさと強さが同居した瞳が、レイを見つめる。もう奪わないでくださいね。レイはこくりとうなずく。約束するよ。満足したようにミサは笑った。座りませんか？自分の隣を彼女は手で叩く。レイは静かに腰を下ろした。怒ってると思ったんだけどね。レイがつぶやく。私がですか？そら、怒ってますよ。だって、何も教えてくれないんですから。からかうようにミサは言う。でも、レイさんが願ったこと、平和が欲しいと頑張ってきたこと、2000年もの間、戦い続けてきたこと、その思いが間違ってるなんて思えません。だから、怒ってるのは、教えてくれなかったことだけです。ごめん。あ、もう怒ってませんよ。ちゃんと帰ってきてくれましたから。帰ってきてなかったら？ミサは少し考え、それから言った。きっと来世でボコボコにしてあげましたよ。ミサが笑い、レイは苦笑する。ミサ、
え？呼び捨てにされ、驚いたようにミサがレイをまじまじと見た。前よりずっと、君のことが好きになったよ。あ。恥ずかしそうにミサがうつむく。私も、レイさんのことが、ずっとずっと、大好きになりました。そっとレイがミサの手に、自らの手を重ねる。あの時も、こんな風でしたね。戦争に行く前。はい。レイとミサの視線が互いの瞳に吸い込まれていく。今度は、何が起きるのかって、ちょっと不安です。もう何も起きないよ。本当ですか？証明しようか？ミサがわずかにうなずき、そっと目を閉じる。彼女の指先が動き、二人は指を絡め合う。好きだよ。私も、大好きです。甘く甘く、互いに、好き、だと囁き合う。ゆっくりと二つの影が近づいていき、薄紅色の唇に、レイの唇が重なった。雲間から月明かりが差し込み、二人を柔らかく祝福していた。第118話、学院交流生と新任教師。それから、しばらく経ち、ディルヘイドとアゼシオンの戦後処理も一段落つき、休校となっていた魔王学院でも授業が再開された。妙に懐かしい空気を感じながら、俺はデルゾゲードの第2教連場へ入る。自席に着くと、隣のサーシャが言った。おはよう。じっと彼女の顔を覗く。何よ、何見てるの？サーシャは身構えるように、自らの両腕の後ろに顔を隠す。髪紐を新調したな。ツインテールを留めている髪紐が普段のものとは違っている。よくわかったわね。配下の装備に気がつかぬほど、俺の魔眼は曇ってないぞ。サーシャは少々不服そうな視線を向けてきた。装備とか言うのやめてくれるかしら。ぷいっとサーシャは顔を背ける。しかし、その背中は上機嫌に思えた。アノスが気がついたから、サーシャは照れた。反対側の席からミーシャが言う。髪紐にか？コクリ、とミーシャはうなずく。なるほど、嬉しいのなら、そういえばどうだ、サーシャ？何言ってるの？もう、ミーシャは変なこと言わない。ミーシャはパチパチと目をしばたかせ、俺を見た。怒られた。大したことはあるまい。あれが騒がしいのはいつものことだ。むっとした表情でサーシャが睨んでくる。ちょっと、アノス。それ、どういう意味よ？私が無意味に食ってかかってるって言いたいのかしら？そうでないのなら、素直になったら、どうだ、サーシャ？それでは欲しいものも手に入らぬぞ。一瞬、彼女は押し黙る。欲しいものって、何の話かしら？俺が気がついていないと思ったか？いらないのか？サーシャは顔をあからめ、目をそらすようにして、うつむく。欲しい。俺は彼女の髪紐を指さした。素材は絹だ。ただの絹ではない。黄昏にのみ糸を吐く黄昏蚕から取った紺絹を使っている。2000年前の名残があるな。生誕のアリレオで生産された絹片びらに端を発するものだろう。紺絹は上布で強化魔法が乗りやすい。大戦で重宝されたものだが、この平和な時代では装飾品として技術を転用したというわけだ。魔法染めはこの時代のものか。魔眼で見れば色がくすんでいるが、まあ悪くはない。総合的に中野毛といった代物だ。サーシャは途中から、これでもかというほど真顔で俺を見ている。どうにも反応が予想と違うな。どうした？と、ミーシャに尋ねる。気がつきすぎるのは、良くない。そういうことか。喜ぶと思ったのだがな。と隣から笑い声が漏れた。そんなんで喜ぶわけないじゃない。もうちょっと平和も勉強してよね、魔王様。からかうようにサーシャが言う。その表情はやはり嬉しそうに見えるから、不思議なものだ。おはようございます。レイがミサと一緒にやってきて、席に着いた。ついに堂々と二人で登校するようになったわね。ぼそっとサーシャが言った。違いますよ。たまたま一緒になっただけです。ミサが焦ったように弁解する。たまたまね。そういえば、アノス様、エレオノールさんとゼシアさんたちは、あれからどうしたんでしょう。無理やり、話題を変えるかのようにミサは聞いてきた。ま
まあ、いろいろと考えたのだが。と、ちょうどその時、授業開始を告げる鐘が鳴った。扉が開き、メノウが、続いて2人の女子生徒が入ってくる。あれが答えだ。ミサが振り返る。すると、そこには勇者学院の制服を着たエレオノールとゼシアがいた。ゼシアの年齢は10歳。以前に、ママを助けて、と口にした少女だ。それ以外のゼシアは、まだまだ学院生活を送るのは困難なため、また別の形で面倒を見る。はいはい、みんな席について。今日は学院交流生を紹介するわよ。って言っても、みんなもう知ってると思うけど。エレオノールは笑顔を浮かべる。勇者学院のエレオノール、ビアンカだぞ。エレオノールがそう自己紹介をするも、ゼシアはここがどこだかわからないかのように、キョロキョロとあたりを見ていた。この子はゼシア、ビアンカ。ちょっと喋るのが苦手なんだけど、言葉は知ってるから。ほら、ゼシア、挨拶できるかな？エレオノールがそう口にすると、ゼシア発と視線を生徒たちへ向けた。ゼシア、ビアンカ、です。ペコリ、と彼女は頭を下げた。そんな二人の様子を見ながら、生徒たちがざわつく。勇者学院って、まだ学院交流なんてするのか？ああ、アゼシオンは戦争を仕掛けてきたんだぜ。暴虐の魔王のおかげですぐに終戦になったけど、さすがにこの時期に学院交流ってのはなあ。口々にそんな文句を言う生徒たちに、メノウは毅然と言った。みんなの不安もわかるわ。リルヘイドとアゼシオンは戦争をしたばかり。でも、あれは勇者学院の元学院長ディエゴ・イジェイシカの謀略だってことが判明してるし、すべての人間が魔族に敵対しようとしたわけじゃない。そのことはすでにディルヘイドの国民にも伝わっている。戦火は町にまで及んでおらず、戦争をしたという実感もなく終戦を迎えたため、すんなりとそれを受け入れた者は多い。ただこのクラスの生徒たちは、戦争が始まってから終戦まで、勇者学院の宿舎に監禁されていた。その分受け入れづらいという側面はあるだろう。アゼシオンはディルヘイドとの友好をもう一度示すために、学院交流を申し出たの。エレオノールさんたちをデルゾゲードで受け入れることになったのは、それが理由ね。メノウの説明に、やはり生徒たちは不満を見せる。って言われても、そう簡単に信用できないっていうかな。戦争に負けたからディエゴってやつを悪者に仕立て上げただけで、本当は勇者学院全体で戦争を起こそうとしてたんじゃないのかって話だよな。勇者学院っていうか、アゼシオン全体でかもしれないしな。っていうか、誰だよ、まだ学院交流を続けようなんて言い出したのは。ああ、戦争のことがなくたって、あいつらは暴虐の魔王を侮辱してきた。交流なんかできるわけないだろうが。皇族として、始祖を侮辱する奴らを受け入れるっていうのはな。文句を言っているのは、どうやら皇族派の生徒が多いようだ。アゼシオンというよりも、主に勇者学院への不満だろう。はいはい、みんなの不満もわかるけど。はは。笑い声が教室に響く。見れば、入り口に背の高い男が立っていた。紫の髪と瞳を持った、やさ男だ。包囲をまとっているところを見ると、教師だろうが、珍しく白服だ。つまり、皇族ではないということだが、それも当然だろう。その男は、七魔コウロウよりも長い年月を生きている。俺も知っている顔だ。しかし、これは聞いていなかったな。それに、滑稽だよ。君たちは。男は教壇へ歩いてくる。ああ、席についていいよ。男がそう言うと、エレオノールとゼシアがこちらへ歩いてくる。二人はちょうど俺の後ろの席へ座った。ありがとう、アノスくん。アノスくんのおかげだぞ。何、例ならとうにもらった。くすくす。こういうことは何度言ってもいいんだぞ。これからよろしくね。ああ。返事をしながらも、俺は教壇の前の男を見ていた。どうかしたの？エレオノールが不思議そうに言う。何？大したことではない。メノウが黒板に向かい、文字を書きながら言った。とりあえず、学院交流制の件はそういうことね。不満があるのはわかるけど、別に彼女たちが何かしたわけじゃない。しばらく一緒に過ごせば、エレオノールさんたちが問題を起こすような子じゃないことも分かってくれると思うわ。メノウが文字を書き終える。エールドメイドディティジョン。
男の名前だ。それで、もう一人紹介するわね。前々から言ってあったけど、ようやく新しい先生に来てもらえることになったわ。男が一歩前へ出る。エール・ドメイドだ。2000年前のことを知らない猛邁な君たちに地を授けるとしよう。傲慢な物言いに、生徒たちが眉を潜める。皇族でもない無能教師か。ぼそっと生徒の一人がつぶやいた。慌ててメノウが言った。エール・ドメイド先生は優秀な方よ。皇族ではないけれど、それには理由があってね。先生は七魔コウロウよりも前の時代に生まれた魔族なのよ。暴虐の魔王としのぎを削り、2000年前の大戦では共に協力し、魔族のために戦った方よ。知識の上でも、魔法の上でも、先生の教えはためになると思うわ。メノウがフォローするも、生徒たちの反応は鈍い。ではまず手始めに、先ほどの君たちの浅はかさについて言及しよう。エール・ドメイドは生徒たちを見下すように言った。まず一つ、今回の学院交流を決定したのは暴虐の魔王である。生徒たちがざわつく。もう一つ、彼の名はアーボス、ディル・エビアではない。暴虐の魔王にまつわる伝承は、ディルヘイドに一部、誤って伝えられた。ますます生徒たちのざわめきが大きくなる。そして、転生した暴虐の魔王は、このクラスにいる。はあ。何言ってんだ？いるわけねえだろうが。生徒たちがぼやく中、エール・ドメイドが俺に視線を向けた。やあ、久しいね。転生はうまくいったようじゃないか。魔王アノス、ボルディゴード。次回は、魔王学院の不適合者。第119話、魔王の証明。第120話、神の授業。高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。